こんにちは。ブログちょうどいい暮らしのノートを書いているあやこです。先日家族で台湾旅行に行ってきたので、そのお土産を紹介したいと思います。ガイドブックに載っているようなド定番のものから適当に買ったよくわかんないものまでご紹介していきますので、どうぞご覧ください。一つ目がこの木のスプーンです。すごく軽くて意外とたっぷりすくえる形状をしているので、結構使い勝手が良くて、すでに我が家で大活躍してくれています。しかも値段も50元ぐらいとかなりお安めだったと思います。こちらは母へのお土産用に購入したものです。詳しい値段は忘れたのですが、すごく安いなぁと感じました。今度実際使ってみての感想も聞いてみたいと思います。続いてこちらのカゴ、ガオジェントディエンというどのガイドブックにも載っている有名なお店で、実際に店内にもかなりの多くの日本人観光客がいました。カゴ以外にもキッチングッズなどがたくさん売られていて、すごくテンションの上がる空間でした。ダイニングで子供用のエプロンとおむつ用のゴミ袋を入れるように仮置きしてみました。この場所で問題なければフックをちゃんと用意したいと思っています。同じお店で購入した小さめの丸いカゴです。蓋はただかぶせるだけではなくて、回さないと外せないようになっていて、結構作りが細かいなと思いました。こちらは玄関近くの棚にポケットティッシュを置くようにしてみました。こちらは大きめの丸いカゴです。この素材感が素敵だったのと、蒸し器みたいなデザインが可愛くて一目惚れして購入しました。こちらも同様に蓋を回さないと外せないようにしっかりと留められるようになっています。ただ使用用途がちょっと思いつかずに購入してしまったので、チェストの上で待機しています。こちらは月桃の葉を使って作った蓋付きのバスケットです。真四角なところとこの白樺っぽい歩行のようなデザインが素敵で購入しました。先ほどのバスケットとは違って蓋はかぶせるタイプです。後ほどご紹介する予定ですが、台湾茶のティーバッグを入れてお茶セットにすることにしました。小ティエンピンというお店でいくつかお菓子を購入しました。パイナップルケーキは常温で2週間、冷凍で2ヶ月ということだったので多めに購入してみました。解凍は自然解凍でもいいと思うのですが、電子レンジで本当に軽く温めた後、少しトーストするのがおすすめです。生地はスコーンのようにさっくりしていて、あんもそこまで甘すぎなくてどの味も美味しかったです。このぐるぐるが可愛いシナモンクッキーは製造に3日かかるそうです。薄くてパリッとした食感なので、クッキーというよりはビスケットみたいな感じでした。生地にウーロン茶の茶葉が練り込まれているクッキーです。こちらのクッキーはサクホロ系の生地で結構私好みの味でした。こちらは黒芽入りのナツメヤシです。私はあまりこういうのは選ばないんですが、でも家に帰ってきて食べてみたらすごい美味しくて、もう少し買っておけばよかったなぁと思ったお土産の一つです。パイナップルケーキやクッキーは形が崩れないようにあらかじめタッパーを持っていって、割れたり欠けたりするのを防止しました。こちらはユエピンという中国の伝統的なお菓子のあんがパイナップルあんになっているものです。小中2つの大きさのものを購入しまして、味はおそらく同じだと思います。賞味期限は1週間とのことでした。生地はパイ生地のような、なんかバターの風味がしたような気がしています。で、あんは結構しっかり甘くてコーヒーが進む味という感じでした。これは個人的には温めて食べた方が好きでした。こちらは無印良品で購入した豆かすのクッキーなんですかね。中を開けてみるとサイズは思ったよりも小さめでした。なんとなくクッキーというよりももう少しリッチな味わいで、不二家のホームパイみたいな感じでした。こちらはホアシャンスというピーナッツのお菓子です。事前にガイドブックで調べていたので、こちらは絶対購入したいと思っていました。食感はほろっとしていて、ピーナッツの旨味がダイレクトに感じられる濃厚なお菓子でした。
一度にたくさんは食べられないかなと思うんですが、結構ハマる美味しさです。ばらまき用のお土産としてもおすすめかなと思います。こちらはティエンフーシェンウーというオーガニックスーパーで購入したゼリーです。こんな感じで小分けパックになっていて、押し出して直接食べられるようになっています。味はまあそこそこです。無印で購入した紅茶入りのチョコレートです。中はこんな感じで小分けのタブレットになっていて、味はまあそこそこに美味しいです。ディホアジェにあるフーズーシャンゾンというドライフルーツショップでいくつかドライフルーツを購入しました。味見をさせていただけて美味しかった青マンゴーとパイナップル、ドライレモンを購入しました。無印でもパイナップルとドラゴンフルーツのドライフルーツを購入しています。また干し梅も好きなので、日本のものとどう違うのかなと思って購入してみました。ドライフルーツは一通り試食してみました。まずパイナップルなんですが、無印の方は割と固めの食感で、ヨーグルトなどで戻した方がより美味しく食べられるかなと思います。ディフォアジェの方のお店は肉厚で柔らかくてもう上等みたいな感じでした。青マンゴーのドライフルーツは試食でもすごく気に入ったんですが、酸っぱさが感じられてすごく美味しかったです。レモンは炭酸水とかハイボールとかに入れて使いたいと思います。干し梅は優しい甘さであるともうバクバク食べてしまって、すでにちょっともうなくなってしまいそうです。ドラゴンフルーツはあまりドラゴンフルーツを食べないのでちょっと検証しづらいのですが、まあこんな感じかなという味です。チンユエンという老舗のお茶屋さんでいくつかお茶を購入しました。普通のタイプの東京ウーロン茶と、あと極品と記載されている極上品という意味なんですかね、2種類の東京ウーロン茶を買ってみました。どちらも飲み比べしてみたんですが、極品と記載されている方が圧倒的に美味しかったです。できればそちらの方を購入することを個人的にはおすすめします。また定番の東方美人もティーバッグで購入して知人へのお土産にもしたいと思っています。日月潭紅茶っていうのも購入してみました。こちらも極品って記載されています。ほんのり甘さが感じられて、個人的にはこの中で一番好きな種類です。ウルフティーでティーバッグと茶葉を購入しました。先日行った東京飲みの市でも出店されていて気になっていたお店です。茶筒と茶葉は組み合わせを自由に選べたので、私はベージュの茶筒とユユンウーロン茶って読むんですかねを購入してみました。こちらの店舗の世界観もすごく素敵で結構ツボでした。ばらまき用と自分の味見用にティーバッグの詰め合わせも購入しました。こちらは4種類のお茶が3袋ずつセットになっています。このお茶を味見してみました。あまり入れ方に詳しくないので適当に入れているのですが、それでもかなり美味しいです。150から 200ml 入れて 4,5 回は楽しめるようです。色はこんな感じで淡いお色です。スーパーマーケットでもいくつかティーバッグを購入しました。102歳というお店のもので、面白いのがドリップバッグ式になっているところです。味もなんかドリップバッグになっているからなのか、お茶の渋みみたいなのも感じられなくて美味しい紅茶でした。もし機会があれば他のものも飲んでみたいと思います。こちらは先ほどのティーバッグよりも割とライトにというか気軽に毎日飲めるような価格帯と味でした。調味料系もいくつか購入してみました。まずはスーパーで購入したホアジャオと、こちらはディーホアジェの方で購入した青マーホアジャオっていうんですかね。少し辛いのかなと思います。また有機のトーチです。これらは麻婆豆腐を我が家ではよくするので、その時に使ってみたいと思います。こちらはパーパーファンという食べるラー油的なものです。
日本で売られているような食べるラー油よりも全然本格的で、思ったよりも辛みが効いていました。我が家では水餃子のほか中華風の麺にかけて食べてみました。このぐらいの量で十分辛いです。こちらのラー油はホアジャオ入り 250ml と大容量なので長いこと楽しめそうです。そしてしっかり辛いです。このお酢はツンと酸っぱすぎなくて、餃子とかサンラータンとか出来上がった料理に後からかけるのにすごくいいなと思いました。こちらは 100% 台湾産の黒ごまを使ったごま油です。公式のホームページの方におすすめ料理が書かれていて、それが火を通す系のものだったので、炒め物とか鍋物に使ってみたいと思います。こちらは台中の工房で作られているというごま油です。先ほどのものとは違って白ごま油なので、生のまま食べるのが良さそうです。早速人参のナムルを作ってみたんですけど、あれ、料理の腕上がったと勘違いしてしまうぐらい美味しい油でした。なくなったらまた余裕がある時は購入したいなと思える油です。こちらはスーパーで適当に購入してしまったごま油です。よく見ると大豆も混ざっている油だったので、ごま 100% ではなかったです。こちらはスーパーで購入したインスタントの混ぜそばです。そのまま食べるのはもちろんですが、お肉とか野菜とかなどの具材を合わせて一緒に食べるのもいいなと思います。とりあえずそのまま食べてみたんですが、最後にかけるチリパウダーがめちゃめちゃ辛くて、これ全部かけたら私は食べられないなという感じでした。クックドゥ的な中華調味料も購入してみました。麻婆豆腐とサンベイジー、チンジャオロースの3種類です。パッケージにベジタリアンと書かれていて、お肉のエキスなども入っていないようなので安心して日本にも持ち込めます。サンベイジーを作ってみました。最初に鶏肉を焼いてから取り出してカットするんですが、もうちょっと小さめに切っておけばよかったなと思います。最後にたくさんバジルを振りかけて完成です。結構美味しくできました。こちらは酵素のお店で購入したレモンパイナップル酵素です。いくつか試飲させていただいて、その効能とかも奥深いものがあるのかなと思ったんですが、気軽なライトな感じで購入できるこちらを購入いたしました。飲み方を忘れたんですが、水で何倍かに薄めて飲んでいます。